大変けしからん。こんなエロいウェットスーツを着るなんて許せない。直ちにやめろ。今回の研究テーマはチャイナウェットスーツです。先日ウェットスーツを購入しました。珍しいデザインだし可愛いでしょ。とっても気に入っていたんですが、ツイッターに動画をアップしたところ、このウェットスーツはある界隈では相当な反感がある、エロ系フェチ系であるというご批判をいただいてしまいました。果たしてこのウェットはエロなんでしょうか。皆さんのご意見を聞きたくて動画にしました。こんにちは、素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。今回はダイバーにとっての必須アイテム、ウェットスーツのレビューをしたいと思います。先日買ったチャイナウェットスーツ、すごく珍しいデザインでしょ。ただちょっとご批判があるようなので、前半はウェットスーツのレビューやウェットスーツについての解説をご覧いただきまして、後半で批判をいただいたことや、このウェットスーツがエロいのかどうか、私自身の意見をお話ししまして、当研究所の研究員の皆様にお聞きしたいと思います。素潜りマーメイドスイム研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。では商品レビューです。このウェットスーツの一番の特徴は首元、チャイナ風の赤い襟がポイントです。この襟はちゃんと開くようになっています。右袖はうっすらとグレーの模様の生地です。ワンピース型の水着のような形で、足の部分は覆われていませんが、別に購入した黒のロングソックスを履いています。ウェットスーツもロングソックスも素材はネオプレーンです。ネオプレーンという生地は合成ゴムの中にたくさんの気泡、細かい空気が含まれているので、普通の水着やラッシュガードと違って保温性や防寒性に優れています。人魚の学校が行われる恵比寿のダイビングプールは水温が27度で冬場は寒いんですよね。1時間も潜っているとガタガタ震えがきます。水着だけだと2時間フルで泳ぐのは寒すぎてかなり難しいんですよ。なぜこんなに水温が低いのかというと、ウェットスーツを着るスキューバダイビングに合わせた水温だからなんです。ウェットスーツは1ミリから7ミリぐらいまでいろんな厚さのものがあります。厚ければ厚いほど暖かいです。スキューバをされる人は5ミリとかが多いですね。ただ生地が厚くなると中の気泡も多くなります。厚いウェットは沈むのが難しくなるので、重りのウェイトが必要になります。ウェイトについてはこちらの動画をご覧になってください。マーメイド的には 2,3 ミリの厚さのものがおすすめです。これ以上厚いと暖かくはあるのですが動きにくくなりますので注意が必要です。このチャイナウェットスーツは2ミリ厚です。足の付け根で切れているから機動性がありますし、 B フィンの時足を動かしやすくていいですね。ただ首のところが開いているのでそこから水が入ってきます。太もももネオプレーンに覆われていないので、普通のウェットよりは保温性はやや落ちるかもしれません。それでもビキニで泳ぐよりは暖かいです。秋冬の人魚の練習会でも2時間フルで泳ぎ切ることができます。これはアリエクスプレスで購入したもので、お値段はなんと3700円送料込みです。かなりお安くないですか？市販のウェットスーツの相場からすると格安だと思います。市販のウェットスーツは真っ黒なものやカモフラ柄のダーク系、または原色ギラギラのド派手系の2択みたいになっていて、こういう可愛いデザインってあまりないんですよね。お手頃価格だしキュートだしで衝動買いしたんですが、届いてみたものも大満足の一品でした。概要欄に商品ページのリンクを貼っておきますので、欲しい方はチェックしてみてくださいね。このウェットについてご質問などありましたら、お気軽にコメント欄に書き込んでください。レビューは以上です。ここからは私の手作りアイテムをご紹介します。あまりに気に入ってしまったので、マーメイド用フィンの専用カバーも作りました。チャイナウェットスーツに合わせてブラック&レッドです。それからチャイナ風のヘアバンドも作ってみました。材料は100円ショップのシュシュと発泡スチロールの半球、
そしてフィンカバーで作ったスパンデックス生地でヘアバンドを作って縫い付けただけです。水中だとチャイナ風のお団子ヘアに見えるでしょ。人魚の学校のシェリーナ先生にお見せしたら、先生も同じものを作って次の練習会で見せてくださいました。これ作るの簡単なのでぜひおすすめしますよ。こんな風に市販のウェットスーツやマーメイドテールに合わせて手作りのアイテムを身につけるのも面白いです。はい、ここからはお話パートです。マーメイドの衣装について私個人の意見をお話しさせてください。コーヒーを飲みながら10分15分くらいかなお話ししますね。気楽にラジオ的に聞いてください。今回はウェットスーツをご紹介しましたね。本来のマーメイド衣装である上半身ブラ、下半身テールからは外れますが、こんなウェットで泳ぐのもありです。というのも、私はマーメイドスイムはもっと自由であっていいと思っているからです。私がマーメイドスイムを始めた10年前と比べればだいぶ世間に知られるようになりましたが、マーメイドスイムはまだまだニッチでマイナーな趣味なんですよね。だからたくさんの人に参加してもらうためになるべく間口を広くしておきたいというか、ハードルを低くしたいんですね。業界のルールとか排他的な決まり事を作るのは良くない気がするんです。絶対にブラとマーメイドテールじゃなきゃダメってなると、その時点で諦めちゃう人も出てくると思うんですよ。マーメイドをやりたい人の中にはいろんな事情があります。年齢的、体型的にビキニが恥ずかしいとか、ご病気や宗教的な理由などで肌を見せたくないという方もいらっしゃるかもしれません。また体が弱くて冷たい水はダメとか、マーメイド衣装が高くて買えないとか、男性だからブラをつけられないとか、いろんなご事情があるんですよね。だから衣装は自由でいいんですよ。わざわざ新しいビキニを買わなくても、手持ちの水着にフィンだけでもいいですし、肌を出すのが難しいのならラッシュガードやウェットスーツ、レギンスを身につけてもいいです。最近中国では民族衣装のマーメイドもいますね。日本でも和装の人魚がいてもいいと思います。男性ならではのマニッシュなマーメイドもありです。はい、ちょっと前にね、こんな書き込みを見ました。あるマーメイドの方が中国製の安いマーメイドテールを見下すというか、ブランドのマーメイドテールじゃなきゃ恥ずかしいみたいなことをおっしゃってて、すごく残念に思ったんですよね。確かに今中国ではマーメイドスイムがブームになっていて、たくさんコピー商品も作られています。著作権的にも倫理的にもパクリ商品は良くないですよ。でも責めるべきは業者の方です。マーメイドのブランドテールって何万円、シリコン製だと何十万円もしますからね。学生さんだとなかなか購入は難しいと思います。それでも頑張ってお小遣いを貯めてお気に入りのものを手に入れたんだったら、テールの値段がいくらかなんてね、関係ないです。たとえ安くても私は笑ったりしません。なんならね、もう衣装も道具も何にも持ってない手ぶらでマーメイドスイムを始めたっていいんですよ。人魚の学校では幸いレンタルもありますし、もう興味を持ってくれただけで嬉しいです。もうよくぞ始めてくれました、本当にありがとうって言いたいです。幸いこの10年で集めた衣装もたくさんありますし、私は洋裁もやりますので自分でもいろいろ作ります。だから自分が率先していろんなタイプの衣装を身につけて泳いでいる姿を YouTube で出せば、ご覧になった方のハードルが下がると思うんですよ。マーメイドスイムに興味がある方が、上から下まで完璧なマーメイド衣装を揃えなくていいんだと安心してくださると思います。そんなわけで今回はその一例としてウェットスーツのマーメイド衣装をご紹介してみました。はい、ただね、
ちょっと前にツイッターでこのウェットを着て泳いでいる動画を上げたんですよ。そしたらね、冒頭で言ったようにこのウェットスーツが大変な反感があるというご意見をコメントでいただきました。最初はいわゆる文化の盗用問題かと思いました。文化の盗用、英語だとアプロプリエーションと言います。特にアメリカで最近問題になっていますね。主に白人の方が他の文化圏の要素をファッションなどに取り入れて批判されたり炎上したりすることです。だから日本人である私が中国風のウェットを着ているから反感を買っているのかなと思いました。でもどうも違うみたいですね。文化の盗用についてはちょっとね話題がそれますのでここでは置いておきますね。このツイートの方とは直接 DM でやり取りしてお話を伺いました。内容を要約してお伝えしますと、反感を持っているのは競泳業界の方ということでした。競泳の方々からするとこのようなウェットスーツはフェチ系、エロ系とみなされて競泳界隈で批判がすごいんだとおっしゃるんです。DM の文面そのままを引用しますと、自分たちは真面目にやっているのにエロの文脈に引きずり込まないでよという嫌悪感でしかない、そうなんですね。さてここで一つ問題なんですが、競泳業界では本当に皆さんがこのウェットに嫌悪感を持っているのかということです。私は子供の時から何らかの批判をいただいた時には特に主語が誰かというのに注意しています。例えば小学生の時にクラスメートがねえねえマリちゃん、そういうの良くないと思うよ、みんながマリちゃんのこと嫌ってるよみたいに言ってきた時、みんなって誰と聞きます。そしてこの子は私のことが嫌いなんだなって思うようにしてました。つまり現代のネット用語で言うと主語がでかい問題です。 SNS でも主語が大きい場合、例えば男というものは、日本人は、ベジタリアンは、競泳界隈は、こういう時はね要注意です。これは大抵全員ではなくて大多数、一部の人、ごく少数、もしくは言っているその人だけが思っているのかもしれません。実際問題、競泳をやってる人全員がこのウェットスーツをエロいとかフェチとかは思ってないと思います。そもそも競泳ではウェットスーツを着ませんよね。ウェットを着る競技がもしかしたらあるのかもしれませんが、なぜ競泳の方がわざわざ別のスポーツであるダイビング界、マーメイドスイム界隈まで出てきてウェットスーツを批判したりするんでしょうか。もしこれが本当ならやりすぎというか、ちょっと違和感があるんですよね。それにこれ露出はすごく少ないですよ。長袖ですし肩さえ出ていません。むしろ普段のマーメイドスイムより露出度は下がってますね。もしこれをエロだというのなら、上半身ブラのマーメイドスイムはものすごいエロになってしまいますよね。念のため先日の人魚の学校でも他のマーメイドの皆様にこれエロいですかねって聞いてみました。そしたら少なくともお聞きした方は全員全くそう思わないっておっしゃるんですよ。むしろ可愛いとかね、欲しいとかお褒めの言葉をいただきました。もっとも我々マーメイドはビキニが制服のようになっているので、ちょっと一般の方とは感覚がずれている可能性もありますが、あとね、極論を言いますと私は別にエロくてもいいと思うんですよね。 YouTube の規約に違反したらまずいですが、何をエロく感じるかなんて本人次第ですよ。フェチってね、もうありとあらゆるものにあるから、それを全部取り締まることとか無理です。セクシーとエロは紙一重ですよ。マーメイドがセクシーというのは私個人は特に問題ないと思っています。もちろん競泳界でそういう問題があるのは知ってます。選手たちの画像が
または動画が盗撮されたりエロ目的で消費されている問題も知っています。もう確かにね、けしからん問題ですが、だからといって私個人は選手たちに直接意見を言ったりはしません。あなたのその格好は大変な反感がありますよ、エロいですよ、フェチですよなんてね、当人にわざわざ言いますそうなんだ、このユニフォームは反感を買われてるんだ、やったーなんて誰も喜ばないでしょそれを着てるアスリートに罪はないです。なんかね、痴漢をされる方が悪い、そんな格好をしてるから悪いんだみたいに被害者を責めるようなへんてこな批判だと思うんですよね。もしこの方の言う通り、競泳界隈の人が私のウェットに大変な反感を持っているというのなら、もうね、ご自由に嫌悪感を持ってしまって構わないと思います。思うだけだったら自由ですからね。でもわざわざ指摘するのは行き過ぎですね。なんか着物警察みたいですよね。それより悪いかな。だって競泳とは全く同じ業界でもないですからね。別のスポーツの服装にまで文句を言うのはちょっと心が狭いし横暴かなと思います。あくまでもこの方のおっしゃることが正しいのならという前提ですが、はい、自分たちは真面目にやっているのにエロの文脈に引きずり込まないでよとおっしゃいますが、私はマーメイドスイムを真面目にやっています。チャラチャラしているように見えるかもしれませんが、マーメイドスイムは大真面目でやっています。素潜りは命の危険があります。エクストリームスポーツです。楽しくはやっていますが、エロ目的でもないしふざけてもいません。YouTube 動画も興味を持ってもらうために面白おかしく実験したりしますので、バカバカしく見えるかもしれません。でもね、動画って10分ぐらいの動画でも1本作るのに6、7時間もっとかなかかるんですよ。ふざけながらは作れません。もちろんご覧になっている研究員の方にとっては、気晴らしだったり娯楽目的、気楽に見ていただいて構いません。真面目に勉強ってなっちゃうと誰も見てくれませんからね。ただ何か一つでも役に立つ情報を動画の中に盛り込めたらいいなと思って心を込めて動画作りをしています。私はこのウェットスーツは全くエロではないと思っていますが、研究員の皆さんはどう思われますか？特に競泳をやっている方にお聞きしたいです。競泳の方にとってダイバーやマーメイドがこういうウェットスーツを着るのは許せないことなんでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでください。もう大変けしからん、こんなエロいウェットスーツを着るなんて許せない、直ちにやめろというご意見でも、いや全然 OK、むしろもっとやれみたいなご意見でも構いません。どうぞ教えてくださいね。怒ってないですよ。今回は自分の考えをお話しできる良い機会でした。DM をいただいたおかげで1本動画作れましたし、私自身は面白がってるくらいなのでご批判をいただいたことには感謝しています。ありがとうございました。この動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してくださいね。いつも高評価をくださるあなた、本当にありがとうございます。疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。